はようございます。たかしです。本日は9月16日土曜日、週末ですので、来週18日からのポンド円、そしてドル円の相場分析を見ていきます。最初にお知らせです。ノートにて即戦力になるテクニカル分析を販売中です。今月はドル円の相場分析マガジンの無料クーポンを配布しています。詳細は Twitter の固定投稿をご確認ください。ということで、まずはポンド円の冷やしから見ていきます。本日からポンド円とドル円の相場分析もしていこうと思いますが、ドル円に関しましては、皆さんのご要望が多ければ継続しますが、今まで通りポンド円だけでいいという方が多いようですと、またポンド円のみの分析に戻していきます。本日は一旦ポンド円、ドル円両方をしていきます。前半ではポンド円、後半ではドル円の分析をしていきます。それではまずポンド円の冷やしからです。現在冷やし、昨日金曜日ですね。金曜日の冷やしは一応陽線ではあるんですけれども、ほぼほぼ実体部分がない状態。ここのところずっとそうなんですが、揉み合ってますよね。今週は結局揉み合いだけで終わりましたので、ここから上抜けるのか下抜けるのかっていうのがすごく今難しいところにあるんですね。冷やしの GMMA の青帯に接触してきて、ここから反発上昇、いつ上昇してもおかしくない雰囲気ではあるんですが、MACD ずっと弱いんです。ストキャスティクスは方向感なく動いている。冷やしのトレンドラインにぶつかっても反発が弱いので、このまま下抜ける可能性もあるんですが、現在のこの揉み合いのまま横抜けるということもありますので、今冷やし単位では上昇トレンド中の反発ポイントではあるんですが、なかなか反発してこれないというところで、今は上がるのか下がるのか、どちらにも動く、どちらに動こうかっていうのを迷っている期間と考えられますので、現在はここに小さなレンジみたいなのができているんですが、それを抜けた方についていくのがいいのかなと思ってます。チャンネル登録してね。では4時間足です。その中で4時間足は徐々に高値を切り下げてきているんですね。そして安値も更新してきてますので、基本的には下落トレンド中。ただこの下落トレンドも全然綺麗じゃなくって難しいんですよね。昨日とかはこの GMMA にぶつかってからの下落っていうのが分かりやすく起こっているんですが、それまではそういう動きではなく、一旦レンジだったんです。レンジから今下落圧力の方が強くなってきたのか、少し下落方向へ動きやすくなってきてます。ただこの安値の更新の仕方っていうのがちょっと微妙ですので、もしかするとこの緑のトレンドラインとこのオレンジの水平線でのここでのディセンディングトライアングルみたいな形を描いているかもしれませんね。そうすると現在はその先端付近に差し掛かってきてますので、さらに難しい動きをしそうな、そんな予感もします。ストキャスティクスはあまり綺麗に動いておりません。MACD も方向感がないというところで、基本的には下落トレンドなんですが、その中でも難しい動きをしている現状ですので、分かりにくいところではトレードはしていかない方がいいですね。今、冷やしのトレンドライン、この白いラインですが、ここを微妙に抜けてはきているんですが、抜け方が横向きですので、明確に下抜けたとかではないので、ちょっと何とも言いにくい。今、冷やしての反発上昇に入るかもしれないし、このままディセンディングトライアングルを描いて下落していくかもしれないというところですね。もし上昇をイメージするのであれば、まずは GMMA の青帯の上に乗せてからですね、ここから一旦上昇して、GMMA の青帯を突き抜けて、そして青帯でサポートされてからの上昇みたいな動きを考えておくといいと思いますし、今このまま下抜けるのであれば、現在地付近でこの直近意識されているラインが 182.7 付近になりますので、ここを明確に下抜けてくれば、そこから下落には加速がつくかもしれませんが、今のこの安値更新の仕方を見ていると、またヒゲで戻されたりっていうこともありますので、その辺は注意が必要です。では1時間足です。昨日ツイートしたんですけれども、4時間足ではスパイクが起こっているという風にツイートしてます。1時間足ではそういう風には見えないんですが、この急落に対する急騰ですね。そこから一度押しをつけに行くような形を昨日とって、ここで長い上髭下髭のローソク足が出ているんですよね。ここですね。なんですけれども、そこから反発できずにまたダラダラと下げてきてます。現在は 61.8% というフィボナッチラインのところで下げ止まっているようにも感じますね。これは直近のこの下落から上昇に当てたフィボナッチリトレースメントになりますので、今ここで反発するのであればここからの上昇っていうところを考えておきたいんですが、また金曜日高値付近には4時間足の GMMA がこの辺に下向きに通ってますので、上昇してきたところ、金曜日の高値付近っていうのはまた上値が重くなってきますので、基本的にはこのトレンドラインに沿って、そしてここからの下落っていうところを考えておきたい。上昇してきてもトレンドライン付近ではまた売られやすい地合いには入ってきているので、逆向きに言えば、このトレンドライン
ラインを明確に抜けてくれば、上抜けてくれば、そこからは上昇しやすくなってくると思いますので、その辺も注目ですね。現在はこの赤の平行チャンネルの中で動いてます。こんな感じですね。ですので、まずはこの平行チャンネルの中で、今下限付近にありますので、ここからの上昇になるのか、再び下限を目指してきて、ここでダブルボトムでの上昇になるのかっていうところを見ておきたい。上昇をイメージするなら先ほどこのトレンドラインを抜けてから、このトレンドラインですね。ここを抜けてからと言いましたけれども、抜けたところですぐにまた平行チャンネルの上限もありますので、あまり値幅はいけないかもしれないですね。現在は4時間足で言ってました、ここでのディセンディングトライアングルみたいな動きを作っているのであれば、ここからは上がったり下がったりという値幅を狭めながら動いていくと思いますので、そうなるとあまりトレードはしたくないですよね。難しい動きになってきます。現時点でも十分難しい動きをしているんですが、さらにこの先端に来るともっと難しい動きになってきますので、もしこのディセンディングトライアングルを描いているのであれば、ここからは様子見がいいと思います。先ほど言いましたように、トレンドラインを上抜けてから平行チャンネルの上限付近まで、もしくはディセンディングトライアングルを明確に下抜けてからの下落の流れについていくみたいな、そんな考え方をしておくといいと思います。では次はドル円です。まずは日足からです。現在日足上昇トレンド中、GMMA の青帯が上向きになってますので上昇トレンド、つまり上昇優位ということですね。基本は押し目買いで考えていくのがいいです。ただし現在かなり高値圏に来ておりますので、やっぱり上値は重いですよね。今までみたいなこういう綺麗な波を描いて上昇できなくなってきてますので、この辺からダラダラと下落することも考えられます。そしてこのオレンジのトレンドライン付近までの下落っていうところも考えておきたいので、ここから横の動きをするとか、上げ渋ってきたりとかしてくると、一旦はオレンジのトレンドライン付近までの下落を考えておきたいので、そこまでの調整下落があるかもしれないという、そういう注意もしながら、基本的にはこの上昇トレンドについていくというのが今のドル円相場になってきます。現在ここに赤い水平線引いてます。148.7 付近。これが直近の高値付近ですね。この辺意識されてくるだろうという、そういうところに引いてますので、まずは 148.7 付近までの上昇。もうほぼほぼ近いですよね。現在が 147.8 付近ですので、あと1円幅ぐらいの上昇余地はあるんですけれども、その辺は次意識されてくる可能性が高くなってきますので、148.7 から150円ぐらい、今は150円を目指すかもしれませんが、そのあたりが一旦の天井になってくる可能性がありますので、この赤ライン付近っていうのは大きく反発下落してくるかもしれませんので、今はトレンドライン付近までの戻しをいつつけるのかっていうところを見ておきたいですね。では4時間足です。ドル円も4時間足、ここに赤の平行チャンネルを引いております。大体ですが現在この平行チャンネルの中で動いている、こういう感じで上下上下と動いてますね。前回もしっかりとトレンドラインの下まで接触してからの今上昇になってきてます。ただ直近ですね、ここオレンジのラインを引いてますが 147.8 付近っていうのが何度も上値を抑えられているポイント、現在もそこまで上昇してきましたので、ここから一度押しをつけに行くのかっていうところですね。今平行チャンネルの中で動いているのであれば、このまた上限を目指して上昇する可能性がありますので、現在地から上昇してきた場合は 148.5 付近になりますので、その辺は意識しておくといいと思います。そのあたりが上限になってくる可能性、それから先ほど日足で言っていたラインですね、それもこの辺を通ってますので、だいぶ近いポイントになってきますので、この平行チャンネルの上限付近まで上がってくれば、そこからは大きめの下落をする可能性があるということも考慮しておくといいと思います。現在はじりじりと上昇してきてますのでちょっと分かりにくいんですけれども、でも GMMA 上向きですので基本的には下がったところから買っていくっていう押し目買いですね。で、金曜日の高値がありますので、しっかりと押しをつけてくれればそこからの上昇で平行チャンネルの上限ぐらいまで、逆に平行チャンネルの上限に来ればここからは下落する可能性が高くなるんですよね。過去の動き見ていても結構しっかりと下落してきてますので、そうなると今回もこの上限からまた下限を目指して下落してくるっていうことも考えられます。ただ基本的には上昇トレンド、上位足も上昇トレンド中ですので、その下落の流れに乗っていくというよりは基本的には下がったところからの上昇の流れを見ておくのがいいと思いますので、現時点ではその下落を狙っていくっていうのは優位性がないと思ってますが、現在ストキャスティクスも高値圏にありますので、やはりここからは次調整の下落をしてから次の上昇を見ておくといいかもしれませんね。では1時間足です。ドル円に関しては1時間も4時間も日足も GMMA は全て上向き上昇トレンド中ですので、下がったところから買っていくっていう押し目買いスタンス、そして先ほど4時間足で言ってました赤の平行チャンネルの上限付近まで 148.56、 そのあたりまでの上昇を今は見込んでおくといいと思います。基本的には平行チャンネルの中で動いてますので、その平行チャンネルの下限とか上限に来てからの反発っていうのを見ておく。そしてそこを抜け
てくれば、さらにその方向にトレードしていけばいいと思いますし、平行チャンネルっていうのはレンジですので、そのレンジを抜ければそこからの次の上昇、もしくは下抜ければそこからの次の下落っていうのを見ておく。そしてそのレンジの中で動くときっていうのは、その上限、下限に来てからの反発を見るっていうのが基本的な考え方ですので、その辺を見てトレードしていくのがいいと思います。現在1時間足 GMMA でサポートされて上昇しそうなそんな雰囲気にも見えてきますね。ですので、今金曜日この GMMA の青帯でサポートされて上昇しそうになってきてますので、まずはこの直近の高値、わずかながら抜けてきてますけれども、もっとしっかり抜けてきてくれるとまた平行チャンネルの上限を目指すでしょうし、抜け方が甘いと深めの押しをつける可能性もありますので、そこは注意ですね。金曜日の動きを見ていると GMMA の青帯でサポートされて上昇しそうな雰囲気ですので、もしかすると月曜日初動このままスルスルと上昇していく、そんな可能性もありますが、今ストキャスティクス4時間足も1時間足も結構高値圏にありますので、やはり一度この過熱感の解消を待ってから次の上昇の流れを見ておくのが安全だと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定でプライム投稿という有料投稿もしております。こちらは日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧でわかりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方は2週間の無料期間からお試しください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。